こんにちは、村雲です。今回の動画では、先日年次改良が実施された、トヨタのヤリスクロスの年次改良ポイント、及びグレード選択時の注意点をまとめました。購入検討の参考となれば幸いです。まずはグレード構成についてです。グレードとしては大きく分けて6つのグレードが設定されており、最上級グレードの Z にタフなエクステリアが追加されたアドベンチャー、ベースグレードの G に、エントリーグレードの X、スポーティーな GR スポーツに、キント専用の U グレードが設定されています。車両本体価格はご覧の通りとなっており、グレード選択時の注意点としては GR スポーツには FF 仕様しかないこと、U グレードにはガソリン仕様の設定がないことが挙げられますので、それぞれのグレードを検討されている方は要検討となっています。続いてパワートレーンについてです。ヤリスクロスには直列3気筒 1.5 リッターエンジンと、そちらにモーターを組み合わせたハイブリッド仕様が設定されています。今回の年次改良において、特に改良が加えられてはいませんが、ハイブリッド仕様に関しては、すべてのグレードで30キロ付近の SUV セグメントとしては優れた燃費が実現されていることが特徴であり、ガソリン仕様に関しても、ダイレクトシフト CVT と組み合わされたスムースな発進加速と車重の軽さから軽快感のある走りが実現されています。また 4WD 制御に関してもガソリン仕様では路面状況に応じた3つの走行支援を実施するマルチテレインセレクトが、ハイブリッドの 4WD に関しては必要に応じてリアモータが駆動を行う E4 システムが搭載されていることで、SUV に求められる悪路走破性も担保されており、非常にマルチな特性を持った車両であると言えます。続いて、内外装飾についてです。外反色についてはご覧の通りとなっており、ツートン仕様を含めて全11色のバリエーションが設定されています。注意点としてグレードごとに選択できる外反色に制限があり、GR スポーツではご覧の外反色、X グレードではご覧の外反色が選択不可となっており、それ以外のグレードでは全色選択可能となっています。ちなみに今回の年次改良においてマッシブグレーが追加されており、それに伴い、改良前に設定されていたイエロー系のブラスゴールドとブルー系のダークブルーは廃止となっています。内装色はご覧の6色のバリエーションが設定されていますが、こちらもグレードにより選択可能な色が異なり、GR スポーツではブラック、Z アドベンチャーではサドルタン、Z ではブラックもしくはカーキ、それ以外のグレードではブラックのみとなっています。また G グレード以下ではファブリック、それ以上では合成皮革が用いられており、素材も異なるため注意です。外観紹介、まずはフロントフェイスからです。ヤリスの SUV 版であるヤリスクロスではありますが、単純にヤリスのフロントを移植したものではなく、専用形状となっており、グリルが上下に分割されていることや、縦長のデイタイムライトの採用によって高さ感が演出されていることで存在感と SUV らしさが演出されています。今回の年次改良において、フロントフェイス周りの変更点としてはグリルの格子形状の変更が挙げられます。格子の網目が少し粗くなっており、より力強いパターンとなっているとのことです。ちなみに GR スポーツに関してはグリル内の形状がメッシュパターンのものとなっており、こちらは年次改良において変更は加えられていません。それ以外のフロントフェイス周りのグレードごとの違いとしては、Z アドベンチャーには専用のバンパーデザインが与えられていることと、Z 系グレード及び GR スポーツには LED ヘッドライト及びターン機能付きのデイタイムライトが与えられているのに対し、それ以外のグレードではハロゲンヘッドライト、デイタイムライトにターン機能は装備されず、G、U グレードのみオプション選択可能のため注意です。
サイドのデザインはこのようになっており、ヤリスクロスのボディサイズは全長 4180mm、全幅 1765mm、全高 1590mm となっています。全幅が 1800mm を切っていることに加えて、最小回転半径も FF、4WD ともに 5.3 メートルと小さくなっていることで非常に取り回しのしやすい車両になっています。サイドのデザインに関してはコンパクト SUV らしく非常に凝縮感あるデザインとなっており、前後タイヤ周りのフェンダーの膨らみが非常に力強く、樹脂フェンダーが採用されていることで SUV らしさも強調されています。加えて、ルーフが水平にボディ後端まで伸びていることで後席乗員の頭上スペースもしっかりと担保されています。ちなみに Z アドベンチャーのみルーフレールが装備されます。今回の年次改良におけるサイドのデザイン変更は特にありません。ホイールデザインはこのようになっており、全4種類が設定されています。この中で G グレードおよび U グレードは、上級仕様である Z グレードのホイールへと変更可能ですが、X グレードに関しては変更不可となっているため注意です。リアのデザインはこのようになっており、リアのデザインの特徴は横一文字につながったテールランプによって幅広感が強調されている点であり、なだらかな傾斜を持ったリアガラスがスポーティー感も合わせて強調しており、軽快感を感じさせるデザインとなっています。リアデザインのグレードごとの違いとしては、GR スポーツがフロント同様、バンパーがメッシュ形状となっている点と、Z アドベンチャーに専用可色が追加されている点が挙げられます。またテールランプに関しても GR スポーツ、Z 系グレードはフル LED に対し、それ以外のグレードはライン発光しないものとなっており、G、U グレードのみオプション選択可能であり、注意です。年次改良によるリアデザイン周りの変更点はわずかではありますが、ルーフスポイラーの形状変更と、ハイブリッド仕様選択時のバッジが次世代のものへと置き換わっています。内装紹介、まずはトランク容量からになります。トランク容量はご覧の通りとなっており、左右のえぐりも十分確保されており、必要十分な容量が担保されています。トランク床は2段式となっていることで、高さ方向の容量を拡大することも可能となっています。また、ハイブリッド仕様に関しては外部給電用のアクセサリーコンセントをオプション選択することも可能となっています。加えて、後席シートを倒すことで多少角度はついていますが、トランク容量を拡大することも可能となっており、コンパクト SUV ながら十分な実用性が担保されています。続いて運転席周りになります。ステアリングのデザインはこのようになっており、左側にオーディオ操作系、右側に運転支援系の操作スイッチが集約されたものとなっています。グレードごとの違いとしては G グレード以上でステアリング素材が合成比較となっており、加えてステアリングヒーターが Z 系グレードで標準装備、GR スポーツにオプション、それ以外のグレードには装備不可となっています。メーターデザインはこのようになっており、今回の年次改良に伴い、7インチの液晶メーターが全グレードにて標準装備となりました。これにより、視認性が向上するとともに3つのレイアウトから好みのデザインは選択可能となるそうです。加えて、ヘッドアップディスプレイの装備もあり、こちらと組み合わせることでより様々な情報表示が可能となりますが、こちらは Z 系グレードのみオプション装着可能なため、注意です。安全装備に関してもアップデートが行われており、前走車と一定の距離を持ちつつ、車線中央を走行するよう支援するレーントレーシングアシストや、右左折時の歩行者にも対応できるプリクラッシュセーフティが備え付けられています。これら基本的な予防安全機能に加えて、車両周囲をカメラにて確認できるパノラミックビューモニターの機能は Z 系、GR スポーツに標準装備、G グレードにはオプション、X グレードには装備不可となっており、
パノラミックビューモニター機能に駐車支援機能であるアドバンスドパーク機能を追加した装備がハイブリッド仕様のみ X グレード以外にオプション選択可能となっています。また、ドアミラーに斜め後方の車両の存在を表示してくれるブラインドスポットモニター機能は Z 系 GR スポーツに標準装備 G、U グレードにオプションとなっており、安全装備関連すべてが標準装備ではなく、細かくオプション設定されているため注意です。ナビには今回の年次改良から最新世代の8インチディスプレイオーディオが X グレード以外に標準装備となっており、 X グレードにはオプションとなっています。その他、年次改良ポイントとしてはフロントにアームレストの装備が追加されました。ちょっとした小物入れにもなっているようで、機能性とともに運転中の快適性もアップするものと思います。こちらは X、U グレードには装備されていない点が少し残念ですね。また細かい点ですが、今回の年次改良のタイミングでイルミネーションのカラーがブルーから白に変更されているそうです。シート形状はこのようになっており、サイドの張り出しが大きく、体全体を包み込むように支えてくれるシートとなっており、快適性が高いものとなっていました。内装色の際にお伝えしたように、グレードによってシート素材が異なり、快適装備に関してもシートヒーターが Z 系グレードのみ標準装備、GR スポーツ、G グレードにはオプション、それ以外のグレードは装備不可となっています。続いて後席周りについてです。乗り込もうとした際に少し気になったのが、後席ドア開口幅が思ったより狭かった点です。乗り降りの際は少し窮屈感を感じるかもしれません。後席足元空間はこのようになっており、身長170センチの私のドライビングポジションに合わせた状態で手のひら1枚分となっているため、窮屈感なく過ごすことができるかと思います。後席にもセンターアームレストが備え付けられており、ドリンクホルダーも兼ねています。シート形状はこのようになっており、前席ほどではありませんが、多少の立体感のあるシートとなっています。後席周りには特に年次改良点はありません。改めて内装の前景となります。今回の年次改良において内装のレイアウトなどの大胆な変更は行われていませんが、ナビ画面やメーターなどの機能性の向上が図られていることで、ヤリスクロス自身の素性の良さを引き上げるものとなっています。まとめです。内外装ともに目に見えた変化点は少ないですが、運転支援装備のアップデートやメーター、ナビ画面の改良、アームレストの追加など細かな改良が実施されており、ヤリスクロスの素性の良さが底上げされたものとなっています。今回の動画の内容は以上となります。このチャンネルでは他にも新型車の情報や愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。またブログも運営しており、そちらでも自動車関連情報を発信しておりますので、概要欄のリンクからぜひご覧ください。これからも自動車好きの方の参考となる情報を発信していくよう努めてまいりますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。